どうもベルです。今回は、ブームステイのヒーロー詳細解説ということで、チェイシーについての解説をやっていこうかなと思います。先日実装された新ヒーローのチェイシー。彼女、見た目はかなり可愛くて魅力的だと思うんですけど、実際に強いのか、そして、このレイジスキルがどれだけ強いのかですね。複雑なヒーローで育てるかどうか、悩まれている方も、いらっしゃると思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけども、まずは、彼女のレイジスキル。倫理を捨てた泥棒というスキルで、基本攻撃ダメージを5秒間290%増加させます。そして、駐屯中に射撃兵からのスキルダメージを17.5%軽減させるスキルです。さて、このスキル。普通の、攻撃系のレイジスキルとは違って、ダメージ係数では書いてないじゃないですか。じゃあそうなると、この290%アップというのは、どのくらいダメージが上がるのか、わかりづらいと思います。ただ、これは実際に、計算する方法があって、まず皆さん、通常攻撃のダメージ係数ってご存知ですか？これ、ちゃんと決められてて、通常攻撃のダメージ係数は1000です。なので、290%のダメージアップというのは、実質的に2900ダメージ係数が5秒間ですね、これ。ただ、注意が必要なのが、通常のレイジスキルのように、通常のダメージとして、計算されるわけではなくて、あくまでダメージアップなので、この上がった290%に対して、さらにダメージバフとかは乗っていかないんですよ。例えば、1万ダメージ係数のレイジスキルを、スキルダメージ30%アップのバフで打ったら、1万ダメージが30%アップ。すなわち、ダメージ係数ベースで考えると、1万3000ダメージ係数相当になるんですよ。ただ、このチェイシーのレイジスキルは、スキルダメージアップバフや通常攻撃ダメージアップバフは乗らなくて、あくまで通常攻撃のダメージバフをかけるよというものなので、これ、実績な火力で言うと、正直そこまで高くないです。ただ、このスキルダメージ軽減がかなり優秀で、相手が射撃だったら、これ、かなりダメージ軽減できて、5秒間の発動なら、ほぼほぼ、このバフを張り続けられるので、対射撃の駐屯時に絞って考えれば、このレイジスキルは悪くないのかなと思います。では、第2スキル。月明かりの迷いというスキルで、騎兵の HP を30%アップ。そして、残り50%以上の部隊から受ける、スキルダメージを7.5%減少させます。こちらは、ステータスアップスキルということで、今の環境では40%アップが一つの
基準になってると思うんですけど、まずは、ね、HP30% アップ。これはそのまんまなので、いいですね。そうなると、受ける非スキルダメージを、7.5% 軽減するというのが、10% の、ステータスアップ相当になるかというところですね。こちら、結論から言うと、その価値はあります。チェイシーは、中トンメインで使うヒーローなので、中トンをベースとして考えていきたいんですけど、中トンの際、相手はラリーが基本になりますね。ただ、言うてラリーだと、こっちはカウンターラリー組めるじゃないですか。なので、ラリーが長期化したとしても、全体の戦闘時間のうち、4割くらいは、敵の部隊数っていうのは50%以上なんですよね。それであれば、7.5% の非スキルダメージ軽減というのは、通常のステータスに換算すると、常時12%くらいの通常のバフくらいの価値はあって。なので、だいたい30%プラス12%で、合計42%相当ということで、優秀なスキルと言えるのかなと思います。では次に、第3スキル。無知を打つというスキルで、基本攻撃ダメージを46%アップ。そして、沈黙状態になると、50%の確率で、基本攻撃を1ターンに2回行えるようになりますね。その2回目で獲得するレイジは20になるんですけど、これ、明らかにジュリアメタですね。最強ヒーローのジュリアから沈黙効果を食らっても50%の確率で基本攻撃を2回できるので、レイジスキルが打てなくなる分、そこで、カバーするイメージですね。基本攻撃ダメージアップもあるんですけど、メインは、この沈黙効果に対する耐性で、この効果があるからこそ、チェイシーを使うので。ただ、あくまで、基本攻撃の回数を増やすだけなので、マルチラリーへの耐性が上がってるわけじゃないんですよね。ジュリアのダブルラリーとか来たら、さすがにボッコボコなので、後ほど詳しく、お話しするんですけど、あくまでこのスキルで、ジュリアシングルラリーへの耐性はできました。ただ、かといって、別に基本攻撃ダメージってそんなに大きいわけではないので、別に有利かと言われると、そういうわけではないんですよね。なのでそこは、注意が、必要なんですけど、このスキルがチェイシーの個性なので、ぜひ活かしていただくのが良いのかなと思います。では次に、第4スキル。基地と雄弁というスキルで、駐屯時に騎兵の攻撃力を32%増加させて、基本攻撃時10%の確率で、1800ダメージ係数のダメージを3体に当てれるスキルですね。第2スキルの時にお伝えしたと思うんですけど、今の環境のステータスアップって40%が基準になっていて、
それを基準とすると、そのうち、もう最初のスキルで32%満たしてて、残り8%。それが、このダメージばらまきスキルにあるかというところなんですけど、まあ、ありますね。基本攻撃が発動契機となっているので、先ほどの第3スキルで複数回基本攻撃ができたら、その分発動回数も増えるので、それも相まってかなり相性の良いスキルになるのかなと思います。では最後に、覚醒スキルなんですけど、影の追い打ちというスキルで、相手の部隊が50%を下回ったら、その部隊へ与える基本攻撃ダメージを35%増やせるスキルですね。まあ、この50%を下回ったらという条件が、ちょっと厄介なので、おまけ程度のスキルにはなってしまうんですけど、縁の下の力持ち的な感じで、活躍してくれるスキルになるのかなと思います。では、彼女の入手方法なんですけど、彼女は、騎兵のトップ司令官イベントの総合ランキング報酬で入手することができます。あとは、騎兵会の伝説のハンターイベントでも入手可能ですね。では次に、スキル上げの順番と、最低運用ライン、そして、覚醒させるべきかについて、見ていきたいんですけど、運営さんのおすすめは、1、3、2、4で、私のおすすめも、私のおすすめは、1、3、4、2です。詳しく、見ていきたいんですけど、まず最優先は、レイジスキル。まあ、これはもう、戦闘ヒーロー共通ですね。レイジスキルを上げないことには、話が始まらないので。もう彼女はいつも通り、レイジスキルを最初に上げていくのが良いのかなと思います。そして次なんですけど、第2スキルですね。ごめん。第3スキルですね。このスキルがあるおかげで、ジュリア・ラリーに対する耐性があって、彼女を採用する理由になるので、逆に、このスキルが上がってなければ、彼女を使う理由はないので、第3スキルを2番目に上げていただくのが良いのかなと思います。では3番目なんですけど、残ってる第2スキルと第4スキルを比較したときに、ぶっちゃけそこまで変わんないんですよ。ただ、もう本当に若干ですけど、まあ、ダメージスキルの方が強いと思いますし、基本攻撃ダメージをベースとするヒーローであっても、根本は攻撃力なので、先に第4スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。まあ、ただ、ここは、かなり好みの問題にも、なると思いますので、どちらから先に上げていただいても、良いのかなと思います。では次に、最低運用ラインと覚醒させるべきかというところなんですけど、これ、めちゃめちゃ難しくて、まず大前提として、彼女は、野戦やラリーでは弱いです。彼女の第4スキルは、駐屯時のみの効果。
そして、第3スキルは、沈黙効果があってこそなので、実質的にスキルは 2.5 個。そして、レイジスキルも、これ、最初お伝えした通り、駐屯時にのみ発動する対射撃専用のスキルダメージ減少効果込みで、普通の水準のレイジスキルで、その効果抜きだったら、ぶっちゃけ弱いんですよ。なので、彼女は駐屯専用ヒーローです。そう考えると、最低運用ライン。難しくて、駐屯するんだったら、ぶっちゃけ覚醒はさせたいんですよ。第1と第3だけでも十分かもしれないんですけど、あくまで、敵が覚醒ジュリアを使ってきた時の対策ヒーローなので、正直、それだけじゃ力不足なのも、また一つ事実なんですよね。なので、駐屯の際の最低運用ラインは覚醒になってしまうのかなと思います。ただ、めちゃめちゃ弱いの覚悟で、どうしても彼女を野戦で使うならば、レイジスキルだけ上げれば使えます。ただ、本当におすすめはしないので、そこはご理解いただければと思います。では次に、覚醒させるべきかについてなんですけど、彼女は、駐屯のバリエーションを増やしていきたい。強い方であれば、覚醒させて OK です。ただ、それ以外の方は、覚醒しないで OK です。あくまで、駐屯専用ヒーローなので、野戦を重視するならば、他のヒーローの方が、はるかに強くて。また、駐屯もこれ、あくまで、ジュリアのシングルラリーに対してのみ強くて、ぶっちゃけ、マルチラリー来たら、これ耐性全然ないんで、弱いですし、火力特化のジュリア類駐屯のように、格上に対して、ワンチャンス狙えるわけではないんですよ。マルチラリー受けるんだったら、リベンライゴロだったり、リベンビクター。そっちの方が全然強くて、あくまで、毎回チェイシーを使うのではなくて、他の選択肢が色々とあった上で、バリエーションの一つとして、チェイシーを覚醒させて使っていく。そのようなイメージになるのかなと思います。そして、相方や才能についてなんですけど、相方はこれ、私めっちゃ考えたんですけど、ぶっちゃけ、ビクター一択ですね、これ。ビクター自体、駐屯の火力役として、強力ですし、この第4スキルも、複数回基本攻撃を行う可能性があるチェイシーと相性良くて、マルチラリーのことを考えるなら、ジェイコブという選択肢もありだと思うんですけど、マルチラリー来たら、そもそもチェイシーで受けるべきではないので。あとは、エレナやフェリックス。それらの選択肢も、なしではないと思うんですけど、ぶっちゃけ、ビクターが頭一つ抜けてるので、基本的には、ビクターと組み合わせて使っていただくのが良いのかなと思います。また、才能についてなんですけど、彼女を
ビクターと組み合わせて使うなら、才能的にチェイシーの方が強いので、チェイシーのレベルを60まで上げて、リーダーで使っていきましょう。そして、才能の振り方なんですけど、ちょっとこれ、私がチェイシー育成しないかつ、同じ才能構成のヒーローがいないので、わかりづらくなってしまって、大変申し訳ないんですけど、レベル60で触れる才能ポイントの上限は、74ポイントなので、それをどう振り分けていくかというところですね。で、彼女の才能の振り方、2パターンあって、どう使い分けていくかというと、駐屯参加者が、ちゃんと騎兵単種で絞れる時と、他の兵艦を混じって入れてしまう人がいる場合、その時々によって才能は変わります。まず、駐屯参加者が、ちゃんと騎兵のみで参加してくれる場合なんですけども、おすすめは、駐屯9ポイント、騎兵24ポイント、スキル41ポイントの振り方です。まず、駐屯才能なんですけど、欲しいのは、この非スキルダメージ減少ですね。16% 減少は、でかすぎるんで、これを必ず取りましょう。そして次に、騎兵才能なんですけど、とにかく欲しいのは、この樹皮防御ですね。ごめんなさい、これ歩兵ですね。すいません。こちらの、樹皮防御ですね。この非スキルダメージ軽減があまりにでかすぎて、ただ、これ、一人でも他の陛下を入れる人がいると、このバフ効果なくなっちゃうんですよ。なので、連携が取れてる、同盟のジェネシスとかでは、この才能構成を使えるんですけど、諸島などでは、どうしても他の同盟がいたり、他の同盟の人がいたりするので、厳しいですね。そしてこれ、最短で取ると、18ポイントで、樹皮防御をマックスにできて、スキル才能も、最後まで振り切ると、41ポイントかかるんですけど、そうすると、6ポイント。この駐屯の、9ポイント、樹皮防御、スキル才能。これ全部振ると、6ポイント、余りますので、調整で、この、燃えたぎる憤怒か、または、こちら駐屯才能の、下側にあるシェルターの警備員の、3ポイントまで、4ポイントか。4ポイントまで、振っていただくのが良いのかなと思います。そしてもう一つの、騎兵以外が入ってしまった場合なんですけど、スキル才能の41ポイントは、そのままに、駐屯才能と騎兵才能に振るポイントを調整する感じですね。まず、駐屯才能なんですけども、駐屯才能は、振るポイントは20ポイントです。で、この同期防衛までマックスで振っていきます。これがあると、短期部隊から攻撃された時に、めちゃめちゃ有利になるので。そうすると、残り13ポイントなんですけども、ちょうど、
こちら、樹皮防御より手前までの才能。この騎兵 HP まで振り切ると、ちょうど13ポイントで、スキル才能の41ポイントと合わせ、ぴったり、74ポイントになるのかなと思います。一応、ビクターの第3スキルは、単種だと、発動しないんですけど、それでも、非スキルダメージ減少効果がでかすぎるので、できれば単種に絞りたいですね。ただ、一人でもミスをした時に、かなり弱くなってしまうので、安定を取るなら、二つ目にご紹介した才能を、使っていただくのが良いのかなと思います。はい、ということで、今回のチェイシーについての解説は以上となるんですけども、いかがでしたでしょうか？あくまでチェイシーは、駐屯のバリエーションを増やすヒーローで、汎用性が高いわけではないんですけども、対ジュリアであれば活躍を見込めるので。ただ、耐久力はどうしても低いので、使いどころを見極めて使用していただくと輝くヒーローなのかなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。